皆さんこんにちは。ミクリアルジャパニーズのミクです。今日も散歩ポッドキャストの時間です。今日も京都を散歩しながら日本の言葉や日本文化について学びましょう。今日は日本語のあることわざを紹介します。特に今何かを頑張っているけど諦めそうになっている人にこの動画を見てほしいです。皆さんは新しく始めたことがなかなかうまくできなくてやめたいと思ったことはありますか？誰でもそういうことはありますよね。新しい仕事や勉強、スポーツなどを始めたとき、慣れるまで時間がかかってしまうこともありますよね。そんな時は誰でもやめたいという気持ちになってしまいます。そこで皆さんに紹介したいことわざがあります。石の上にも3年です。どんな意味だと思いますか？石の上にも3年は辛いことでも時間が経てば必ずうまくいくという意味です。でもどうして石の上なんでしょうか？皆さんは石の上に座ったことがありますか？石に座ると冷たい感覚がありませんか？最初は冷たくても時間が経つとだんだん石が温かくなってきますよね。温かくなったら気持ちが良くて座りやすくなります。だからこのことわざは最初は辛いことでも時間が経てばうまくいったり慣れたりするという意味なんです。では石の上にも3年は誰がどんなきっかけで作ったことわざなんでしょうか？実は昔からいろいろな学者たちがそれについて研究しましたが、本当のことは誰もわからないそうです。本当のことはわからないけど、このことわざは仏教に関係していると考える人がたくさんいます。仏教では普通の生活をやめて仏教の世界に入る人のことをお坊さんと呼びます。お寺に行ったことがある人は見たことがあるかもしれませんね。お坊さんになるためには修行というトレーニングをしないといけません。この修行はすごく辛くて大変です。例えば長い時間座って動いてはいけない座禅というものがあります。他にも長い時間歩いたり山で生活をしたりすることもあります。インドや中国の仏教でも昔から座禅の修行をしたそうです。そこである学者は石の上にも3年は中国のお坊さんの話だと言いました。そのお坊さんはなんと9年も座禅をしたそうです。座禅は座ったまま動かないことでしたよね。誰とも話さないで9年も座ったままなんてすごいと思いませんか？長い時間座禅をしたので最後は素晴らしいお坊さんになることができました。辛い修行が終わったらいいことがあったということです。それで石の上にも3年ということわざが生まれたのかもしれません。ちなみに3年というのは必ず3年頑張らないといけないという意味ではありません。3年は長い時間の例です。慣れるまでの時間や成功するまでの時間は人によって違います。いつか慣れるとか、いつか絶対に成功するという意味が込められています。では、石の上にも3年の使い方の例を見てみましょう。実際に会話の中で使うこともできます。まず皆さんが初めて日本語を勉強した時のことを思い出してみてください。日本語ってひらがなやカタカナ、漢字もあるし、最初は何もわからなかったですよね。日本語の勉強が辛くて大変だと思った人も多いと思います。それでも勉強を続けたらだんだんわかるようになりましたよね。これが石の上にも3年です。この場合は
石の上にも3年というように毎日続けていたら日本語が上手になってきたということができます。日本語の言葉や漢字をたくさん覚えて難しい文法も勉強してきた皆さんはすごいですね。他にも悩んでいる友達にアドバイスをするときに使うこともできます。例えば外国に引っ越した友達がいます。その友達はその国の文化に慣れることができなくて毎日帰りたいと思っています。もちろん自分の国と違う文化の国に住むことはすごく大変なことです。だからそんな時は石の上にも3年だからもう少し頑張ってみようと声をかけてあげてもいいですね。他にも成功したり慣れたりするまでに時間がかかることはたくさんありますよね。スポーツも練習を続けて上手になります。あとは絵や音楽などの芸術もそうですよね。最初から上手な人なんていないし、だんだん自分のスタイルを探していくものです。時間がかかることは普通のことだと考えると少し安心しませんか？石の上にも3年と言いますが、辛いことや大変なことがあってもやめてはいけないという意味ではありません。自分には合わない、好きじゃないと思ったら他の道に行くことも間違いじゃないです。もし辛いけどもう少し頑張りたいと思った時は石の上にも3年を思い出してみてくださいね。私はこのことわざを聞くと竹のことを思い出します。皆さん、竹って何か知っていますか？そう、バンブーのことです。竹は種をまいてから最初の4年は3センチしか成長しないらしいです。でも5年目から急にすごいスピードで伸び始めます。1日30センチも伸びるらしいです。ピークには1日1メートル伸びる竹もあるそうです。最初の4年間で3センチしか成長していなかったのに、5年目から急に成長するんですね。じゃあ最初の4年間、竹は全然成長していなかったんでしょうか？そうじゃないんです。竹は最初の4年間何もしていなかったんじゃなくて、土の中で成長していたんです。土の中で根っこが成長していて、強い土台を作っていたんです。強く高く成長するには、しっかりとした強い土台が必要ですよね。だから竹はまず見えない根っこの部分から成長するんです。勉強もスポーツもビジネスも何でも同じで、最初は全然成長していないように見えることもあります。でもそれは竹のように見えないところで成長しているのかもしれません。私たち人間はつい早く結果を求めてしまいがちです。特にテクノロジーが進歩してクリック一つで何でもすぐに手に入れられる時代になって、早く結果を出したい、早く欲しいと思ってしまうことも昔より多くなったかもしれません。だから何かに挑戦しているとき、すぐに結果が出なくて諦めたくなることもあると思います。見える結果ばかりに目を向けてしまって、全然成長できていないと落ち込んでしまうこともあるかもしれません。でも竹みたいに人に見えないところで努力を続けて辛抱強く土台を作っていたら、タイミングが来た時に絶対いい結果が出ると思います。これは私がこのミクリアルジャパニーズを始めた時にすごく影響を受けた話です。諦めそうになった時、成長していないように感じた時に、今竹みたいに根っこを成長させて土台を作っているんだと思って前に進んできました。皆さんも今何かに挑戦していたり、今本当にやりたいことをしていて、成長しているように感じないときは、この石の上にも3年と竹の話を思い出してみてください。皆さんはこの話を聞いてどう思いましたか？感想をコメントに書いてくれると嬉しいです。
あと皆さんは今何か挑戦していることはありますか？もしよかったらコメント欄でシェアしてみてください。OK、じゃあ今日も見てくれてありがとう。また次の動画で会いましょう。またねー。